みんな、こんにちはなのだ。ずんだもんなのだ。今日は北欧の美しい国、フィンランドについてお届けするのだ。実は、聞いて驚くのだ。森と湖の国。っていう穏やかなイメージのフィンランド。実は人口あたりのヘビメタルバンドの数が、ぶっちぎりで世界一なんだって、意外すぎるのだ。今日は、そんなフィンランドに関するニュースを全部で5つ紹介するのだ。中でも特に注目なのが、3つ目のニュースなのだ。HSL 検察係、ヘルシンキでボディカメラ試験導入開始。という、とっても興味深い記事なのだ。ヘルシンキの交通機関の安全を、もっともっと良くするための取り組みで、ボディカメラの試験導入が始まるんだって。個人情報の保護もバッチリ考えてるから安心なのだ。一体どんな効果が出るのか、とっても楽しみなのだ。この動画が良いなって思ったら、高評価とチャンネル登録もポチッとしてくれると嬉しいのだ。さあ、みんなで一緒にフィンランドの最新情報を見ていくのだ。皆さん、こんにちはなのだ。今日は北欧の美しい国、フィンランドをご紹介するのだ。フィンランドはヨーロッパの北部に位置し、広大な森と数えきれないほどの湖に恵まれた自然豊かな国なのだ。首都はバルト海に面した美しい都市、ヘルシンキなのだよ。その歴史は長く、かつてはスウェーデンやロシアの支配下にあった時代もあるけれど、1917年に独立を宣言したのだ。現在は民主主義を尊重する共和制国家で、EU、欧州連合の一員として国際社会で活躍しているのだ。人口はおよそ550万人と、日本の半分にも満たないけれど、その国民性は非常に穏やかで、誠実だと評判なのだ。主要産業としては、製紙業や林業が古くから盛んなのだ。そして最近では、ノキアに代表される情報通信技術、IT 産業が世界をリードしているのだよ。また、マリメッコやイッタラなど、デザイン性の高いプロダクトでも世界的に有名で、暮らしの中に美しさを取り入れる文化が根付いているのだ。忘れてはいけないのが、フィンランドの代名詞ともいえる、サウナ、なのだ。国民の生活に深く根ざしていて、心身のリフレッシュに欠かせない文化なのだよ。現在、フィンランドは世界幸福度ランキングで何度もトップに輝いていて、その高い教育水準や充実した社会福祉制度が世界中から注目されているのだ。自然を愛し、質の高い生活を大切にする、そんな魅力あふれる国、それがフィンランドなのだ。一つ目のニュースなのだ。フィンランドの電力価格、火曜夜に年間最高値を記録という記事なのだ。フィンランドでは大変なニュースが飛び込んできたのだ。火曜日の夜、電気料金がなんと今年最高のレベルにまで跳ね上がったのだ。びっくりなのだ。具体的に言うと、10月14日火曜日の午後7時45分から8時の間に、1キロワット時あたり 71.8 セント、消費税込みという驚きの価格に達したのだ。これは今年の最高値なのだ。午後7時半から8時15分の間は、だいたい70セントかそれ以上の価格が続く見込みなのだ。上昇は午後6時45分頃から始まり、53.5セントになったのだ。その後、午後9時15分には31セント強まで下がる予想なのだ。少し安心するのだ。火曜日の平均価格は 24.8 セントだったのだ。これ、いつもと比べるとどれくらいかというと、月曜日の平均が 7.6 セント、日曜日はたったの 0.14 セントだったのだから、かなり高いことがわかるのだ。これまで10月の平均はだいたい 6.7 セントくらいだったのだ。なんでこんなに電気料金が上がってしまったのかというと、主な原因は風力発電の発電量が急に減ってしまったことと、寒いお天気で電気の需要が増えたことなのだ。月曜日は風力発電で何千メガワットも発電できていたのに、火曜日はたったの数百メガワットしか発電できなかったのだ。午後8時頃には、オルキルオト原子力発電所のユニット一つ分の半分くらいしか発電できない850メガワット程度だったのだ。風の力ってすごいけれど、
頼りすぎも良くないのかもしれないのだ。さらに、今年10月の初めに新しい電気料金のシステムが導入されたことも影響しているのだ。これまでは1時間ごとに価格が決まっていたのに、今は15分ごとに価格が変わるようになったのだ。ヨーロッパ全体のオークションで、供給と需要、それに国境を越えた送電能力に基づいてアルゴリズムが価格を決めるのだ。この15分ごとの価格設定のおかげで、電気料金の変動がよりはっきりと見えるようになったのだ。でも、この新しいシステムにも少し問題があるみたいなのだ。市場に参加している会社の中には、以前のように1時間単位で入札する会社と、新しい15分単位で入札する会社が混ざっているのだ。このバラバラな入札方法が、さらに価格の変動を大きくしている可能性もあると専門家は言っているのだ。この急な値上がりで一番影響を受けるのは、スポット市場に連動する変動料金契約を結んでいる一般の利用者さんたちなのだ。みんな、節電を心がける必要があるのだ。電気料金が高くなるのは大変だけど、その裏にはいろいろな理由があることが分かったのだ。2つ目のニュースなのだ。フィンランド各党、債務ブレーキで合意も左派同盟は不参加という記事なのだ。フィンランドの多くの政党が将来の公的債務を削減するための債務ブレーキと呼ばれる合意を結んだのだ。これは複数年にわたる財政目標を共有するとっても大切な取り決めなのだ。この合意では次回の議会選挙前に中期的な財政目標をみんなで決める枠組みが作られたのだ。具体的には GDP に対する赤字上限を 2.5% とし、EU の基準に合わせて GDP に対する債務比率をまず 60%、そして最終的には 40% にすることを目指すのだ。今は約 88% だから、これはかなり大きな目標なのだ。この新しい仕組みは、スウェーデンのモデルに似ていて、政党が財政調整に同意しつつも、どうやって目標を達成するかは自由なのだ。社会民主党のティティ・トゥップライネンさんは、これで有権者にとって政策の選択肢がもっとわかりやすくなるって言っているのだ。誰が一番削減するかではなくて、どんな構造改革や節約で共有目標を達成するかが問われるようになるのだ。国民連合党のユッカ・コプラさんは、この決定を歴史的な日と呼び、フィンランドの経済政策に理性が戻ったと評価しているのだ。中央党のマルクス・ロヒさんも持続可能な経済への架け橋だと喜んでいるのだ。緑の同盟は当初厳しすぎると感じたけれど、交渉の結果、ブレーキというよりはシートベルトとして合意を支持したのだ。だけど、左派同盟だけはこの合意に参加しなかったのだ。左派同盟のミンやコスケラさんは、フィンランドの債務問題は心配だけれど、この債務ブレーキは不要か不必要に有害だと考えているのだ。EU の財政ルールはすでに十分厳しくて、この国内システムが経済不況時の柔軟性を制限する可能性があるって心配しているのだ。さらに、新しい議会作業部会が右派に有利な形で権力を集中させるんじゃないかという懸念も示しているのだ。それでも、キリスト教民主党のピーター・オストマンさんは、ポピュリズムを減らすのに役立つと言っているし、イーケ・ニュトのハリー・ハルキモさんは、フィンランドの経済状況への必要な対応だと述べているのだ。この合意は、今後10年間でフィンランドの債務をしっかり管理し、戦争や国家危機といった特別な状況にも備えつつ、中期的な見直しもする計画なのだ。フィンランドの財政がもっと安定するといいなのだ。3つ目のニュースなのだ。HSL 検察係、ヘルシンキでボディカメラ試験導入開始という記事なのだ。ヘルシンキ地域交通 HSL の切符検査員さんが10月15日から3ヶ月間ボディカムの使用を始めるのだ。これは職員さんと乗客さんの安全をもっともっと良くするための取り組みなのだ。
カメラはいつも録画しているわけじゃなくて、安全が危ないって感じた時だけスイッチを入れるのだ。普段の検査は録画しないから安心してほしいのだ。なぜこの試みを始めたかというと、HSL の公共交通機関全体で安全に関わる出来事が少し増えているからなのだ。もちろん、まだ珍しいことではあるけど、検査員さんたちが脅威を感じる場面は増えているそうなので、対策が必要なのだ。HSL の切符検査部門のトップ、佐藤コス記念さんも、安全は私たちにとってとっても大切。職員さんと乗客さんの安全を向上させるためなら、どんな対策も考えるべきなのだって言っているのだ。ボディカムは他の組織でもリスクや脅威を減らすのに良い結果を出しているから、今回の使用にも期待しているのだ。ボディカムは検査員さんの服に取り付けるタイプで、音声も動画も記録できるのだ。まずは一部の検査員さんが試してみて、2026年1月中旬に使用結果を評価するのだ。この評価では、カメラがあることで事件が防げるか、バスや電車、トラム全体の安全がどれだけ改善されるかに注目するのだ。個人情報の保護もすごく大切にしているのだ。カメラで録画された映像は、正当な理由がある場合だけ確認されるのだ。データを見られる人も限られているし、カメラをつけている検査員さん自身は、自分の録画データにはアクセスできない仕組みになっているのだ。EU の一般データ保護規則 GDPR やフィンランドのデータ保護法もきちんと守っているから、みんな安心してほしいのだ。もし使用がうまくいって、これからもボディカムを使うべきだってなったら、検査員さんたちの標準装備になるかもしれないのだ。これからも HSL はみんなの安全を第一に考えていくのだ。4つ目のニュースなのだ。マイクロソフト、本日 Windows 10のサポートを終了という記事なのだ。Windows 10のサポートが2025年10月14日についに終わってしまうのだ。これによって世界中の何百万台ものパソコンがセキュリティの危険にさらされる可能性があるのだ。ユーザーは Windows 11にアップグレードするか、有料の延長サポートに登録しないといけないのだ。実は2025年7月時点でも Windows ユーザーの約 43% が Windows 10を使っているのだ。イギリスだけでも2100万人もの人がまだ Windows 10を使っているとされているのだ。サポートが終わると、マイクロソフトからのセキュリティ更新プログラムや技術サポート、ソフトウェアの更新が一切提供されなくなるのだ。そうなると、パソコンがサイバー攻撃に対してとっても弱くなってしまうのだ。マイクロソフトは Windows 11へのアップグレードを進めているのだ。互換性のあるパソコンなら無料でアップグレードできるのだけど、残念ながら多くの古いパソコンは Windows 11の最小ハードウェア要件を満たしていないのだ。アメリカの消費者団体 PIRG のディレクター、ネイさん、プロクターさんは、これを消費者と環境にとっての災難と呼んでいるのだ。まだ使えるはずのパソコンが最新のソフトウェアに対応できないという理由だけで大量に捨てられてしまう危険性があるのだ。修理する権利を訴える団体は Windows 11に互換性のないパソコンが最大4億台も古くなってしまい、約7億キログラムもの電子ゴミが出るかもしれないと推定しているのだ。プロクターさんもすぐに壊れて修理もできないソフトウェアのサポートが切れるなど、ゴミとして捨てられることを強いられる世の中にはうんざりなのだと言っているのだ。当面の対策としてマイクロソフトは Windows 10ユーザー向けにエクステンデッドセキュリティアップデート ESU という延長セキュリティ更新プログラムを提供しているのだ。これは完全なシステムサポートではないけれど、1年間だけセキュリティパッチを受け取れるのだ。2026年10月13日まで続くのだ。欧州経済領域 EEA のユーザーは対象のデバイスを登録すれば無料で ESU を利用できるのだ。それ以外の地域では30ドルを支払うか1000
マイクロソフトリワーズポイントを使う必要があるのだ。商業組織はデバイス1台につき$61かかるのだ。サポート終了は他のテック業界にも影響するのだ。開発者が新しいシステムに対応するようになるにつれて Windows 10で動いていたソフトウェアが機能しなくなったり更新されなくなったりする可能性もあるのだ。マイクロソフトの消費者サービス担当チーフマーケティングオフィサーユスフ・メディさんもサポートされていないソフトウェアを使うビジネスは規制遵守が難しくなったりセキュリティのリスクが高まったりする可能性を指摘しているのだ。2015年の登場以来 Windows 10はたくさんの更新を受けてきたけれどマイクロソフトはクラウドサービスやマイクロソフトアカウントに接続されたデバイスを重視する戦略に変わってきているのだ。この新しいモデルは古いハードウェアを使っていたりデバイスをオンラインアカウントに接続したくないユーザーにとっては不利になってしまうと批判されているのだ。今のところユーザーは Windows 11にアップグレードするか ESU に登録するかそれともサポートなしで使い続けるかを選ばなければならないのだ。どの選択肢もそれぞれに費用やリスク、環境への影響があるのだ。5つ目のニュースなのだ。EU 圏と公社向け生体認証出入国審査を開始という記事なのだ。EU さんがね、とっても新しい国境管理システムを始めたのだ。10月12日からエントリーエグジットシステム ES っていうのが段階的に導入されたのだ。これはね、EU 以外の国から来る人が29カ国の EU 加盟国に出入りするときに生体認証を登録するシステムなのだ。今までパスポートにスタンプをポンポン押していたのが、これからは電子的に指紋や顔の画像を記録するようになるのだ。旅行者の名前やパスポート情報、いつどこから出入りしたかも全部デジタルで保存されるのだよ。アイルランドとキプロス以外の EU 国境と宣言協定に入っているアイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイスでも適用されるのだ。このシステムの目的はね、ビザの期間を超えて滞在する人を見つけたり、嘘の身元で入ろうとするのを防いだりすることなのだ。あとは、重大な犯罪やテロの捜査にも役立てるのだって。入国を許可しない場合も、ちゃんと記録されるのだよ。今はまだ移行期間で、2026年4月10日からは完全に稼働する予定なのだ。そうしたら、もうパスポートにスタンプは押されなくなるのだね。イタリアの空港や港、ドイツのシュトゥットガルト空港、フィンランドのヘルシンキ空港など、いくつかの場所ではもう始まっているのだ。でもね、EU 市民は心配いらないのだ。この生体認証チェックは EU 以外の国の人だけが対象なのだ。EU 市民は関係ないのだよ。生体認証パスポートを持っている人は、セルフサービスシステムを使ってスムーズに入国できるようになるのだって。初めて EES を使う人はしっかり登録して、2回目からは前のデータで本人確認するのだ。特にイギリスの人たちは、新しいルールに慣れておいてねって言われているのだ。短期滞在ならビザはいらないけれど、EU の国境を越えるたびに生体認証登録が必要になるのだよ。あと、2026年には、ETIAS っていう別の渡航認証システムも導入される予定なのだ。イギリスやカナダ、アメリカなど、ビザなしで EU に行ける国の人も旅行前に渡航許可を取らなきゃいけなくなるのだって。このシステムは LISA っていうところが管理していて、データはしっかり保護されるようになっているから安心なのだ。国境の手続きを最新にして待ち時間を減らしたり、不法な入国や身元詐称をしっかり管理したりするのが最終的な目標なのだよ。これで EU の安全がもっと強くなるのだ。今日はフィンランドの美しい魅力から電力高騰や財政の話題、さらにはデジタル社会の変化まで様々なニュースをお届けしたのだ。世界はいろいろなことが起こっているのだね。みんな見てくれてありがとうなのだ。また会うのだ。
んにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。